皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第3回レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報や製品化される可能性がどのぐらいあるかなどを分かりやすく説明します。今回のレビューは進出作品が多いためいくつかの動画に分けて紹介しますので、ぜひ全部ご覧ください。まずはこちら、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はハッブル宇宙望遠鏡の後継機として NASA が中心となり開発した新型の宇宙望遠鏡です。打ち上げは当初予定されていた2007年から何度も延期された末、2021年12月25日にようやく実施され成功しました。この作品のデザイナーは今回がジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡での3度目のレビュー進出です。本作には金色の主鏡の周りにある黒いギザギザのフリルを取り付けたのが主な変更点です。作者によるとフリルとは主鏡の後ろにある星の副鏡への反射を防ぐための装置だとのことです。望遠鏡は折りたたまれた状態で輸送ロケットで宇宙に運び、その後可動部をフル稼働させて運用状態に変形します。本作ではその動きも再現しました。ジェームズ・ウェッブってどんな人？ジェームズ・ウェッブ氏はケネディ政権とその次のジョンソン政権で NASA 長官を務め、予算の確保や組織の統制などに尽力し NASA の宇宙開発を主導した人物です。天文学者だったハッブル氏とは異なり、ウェッブ氏は科学者ではありません。製品化される可能性はどのぐらい？先ほども言いましたが、本作のデザイナーは今回がジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡での3度目のレビュー進出です。これまでは2回とも不合格でした。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は未来的な形状や可変式である点がかなり玩具向けだと思います。ですがレゴブロックで商品化するならレゴアイデアではなくレゴグループが自ら商品開発をするのではないでしょうか。例えばレゴアイコンズの精巧なレプリカモデル、もしくはレゴシティのデフォルメされた商品などが考えられそうです。本作が審査に通過する可能性はそれほど高くはないと思います。ハリー・スタイルズのラブオンツアー2023。ハリー・スタイルズのライブツアーラブオンツアー2023のステージを再現した作品です。ハリー・スタイルズとツアーメンバーのミニフィギュアも付属しています。ステージを横から見たところです。製品化される可能性はどのぐらい？ハリー・スタイルズ関連は別のデザイナーの作品が2023年第1回レビューに進出しており、現在審査中です。ハリー・スタイルズは人気の歌手で話題性は十分だと思いますが、2024年が始まろうとしているこの時期に2023年のライブツアーの作品が製品化される可能性は極めて低いのではないでしょうか。動く運河の肛門。水位の異なる河川や運河で船が進むための肛門を再現した作品です。肛門はいわば船のためのエレベーターで、太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河が最も有名です。日本にも東京都江東区の扇橋肛門や富山の中島肛門などこの方式を採用した運河があります。運河管理事務所には仮眠室と制御室、メンテナンスドア付きの整備士の部屋などがあります。本作の肛門も実際に動かすことができます。水位が下がると門が開き、船がエレベーターに入ります。運河の反対側の水面に合わせて水位が上昇。水面の高さが一致すると門が開き、船が進みます。肛門を動かすためにギアやシャフトなど多数のテクニックパーツを使用しています。モーターなどのオプションパーツを追加すると電動化することもできます。製品化される可能性はどのぐらい？あまり見慣れない装置の仕組みがよくわかる興味深い作品です。電動化したら一日中見てしまいそうです。もう少しシンプルなデザインにして
レゴシティから販売しても売れそうですね。エンジニアリングや工学が含まれる STEM はレゴグループも協力推しのカテゴリーなので審査通過もあるかもしれません。レゴブロックの顕微鏡。レゴブロックで作った顕微鏡です。レンズ部分は回転させることができます。ライトも実際に点灯可能です。製品化される可能性はどのぐらい？現在レゴアイデアで STEM 作品コンテストが開催されています。コンテストでグランプリを受賞した作品は製品化される予定で、今回紹介した作品とは別の顕微鏡も最終候補に残っています。顕微鏡を製品化するとしたらコンテストが優先されると思うので、本作が審査に通過する可能性は高くはないでしょう。セコイアトレイル。アメリカ西海岸の一部に自生する世界一の巨木、セコイアです。セコイアは100メートル以上に成長するものもあります。セコイアの木を訪問した記念に看板と一緒に撮影もできますね。隣には普通の針葉樹も生えています。訪問者のためのビジターセンターがあります。製品化される可能性はどのぐらい？レゴアイデアからは過去に巨木のツリーハウスが製品化されているので、セコイアにもチャンスがあるかもしれません。セコイアは観葉植物とは違いますが、最近ではレゴグループも植物関連の製品を自ら積極的に発売しているので、本作が審査に通過するチャンスは 50-50 でしょうか。シュガーラッシュ10周年記念。2012年公開のディズニーアニメ映画シュガーラッシュで大男のラルフが破壊する建物です。シュガーラッシュはゲームの中の話なので、ゲームセンターのアーケードマシンのミニビルドもついています。こちらが登場人物です。大男のラルフはビルド式ですね。その他のキャラクターはラルフが壊した建物を直すフェリックス、作中でラルフと行動を共にするバネロペ、バグを退治するカルホーン軍曹です。建物の内部には各シーンが再現されています。こちらはバネロペのレーシングカー、キャンディーカートです。製品化される可能性はどのぐらい？シュガーラッシュは続編も公開された人気作ですが、すでに10周年は過ぎていることもあり、審査通過は難しいのではないでしょうか。クリスマスシアター。クリスマスの雰囲気が漂う劇場。パーツ数は2000ピースです。雪が積もった杉の木がいかにも冬らしいですね。上演内容は2タイプを入れ替えることができます。こちらはダンサーが踊るバレエ鑑賞。もう一つは楽団によるクラシックコンサート。製品化される可能性はどのぐらい？とても可愛い劇場でステージを入れ替えられるのもユニークです。しかしクリスマス関連の製品がレゴアイデアから採用されることはないと思います。審査通過は簡単ではなさそうです。以上、レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介でした。今回のレビューのエントリー期間は12月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介はスタッツ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへはこの動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。